さあ、今回もゆっくり野球解説、やっていくよ。っていうかなんだこの背景は。今回からプロ野球解説の中でも、最も重要な解説をやっていこうと思うよ。最も重要な解説、それに今回からって、シリーズものにでもなるのか。そういうことだね。なんたってシリーズにすると12回分になるかもしれないし、っていうかそれ以上になるかもしれない。12回。なんとなく何するか分かった気がするが。まあ言っちゃうと、プロ野球、12球団の歴史について、ゆっくり解説していくよ。やっぱりな。でも歴史っていうほどだから、動画の尺がかなり長くならないか。まあ、そこは各球団、創設された年度が違うから尺に違いが出るだろうね。で、最初の1回目はどこの球団にするんだ？そんなこと、わかってるじゃないですかマルテさん。いや誰がジェフリー・マルテだこの野郎。冗談はさておき、今回、記念すべき第1回目は、広島東洋カープだよ。だろうな。ちなみにこれはどういった基準で順番を決めていくんだ？もしかして好きな球団で決めてるのか？そんな基準で決めていったら、すぐに嫌いな球団がわかっちゃうじゃないですか。これは昨年、つまり2018年のプロ野球の順位を基準に決めているよ。ちなみに、順番はセリーグ、次にパリーグの順番で解説していこうと思うよ。どっちかに偏るのを防ぐためでもあるからな。なので、今回のカープの解説の次は、パリーグ1位の、西武ライオンズを解説していくよ。ということで、早速歴史の解説、ゆっくりやっていくよ。それは、広島にプロ球団ができる1年ほど前の話。1949年、当時、後にプロ野球の父と呼ばれることになる、読売ジャイアンツ初代オーナー、正力松太郎が提唱した2リーグ構想。それ以前から、広島に球団を作ろうという構想は存在していた。広島は戦前から広商や広陵といった野球の名門校があり、野球に熱狂的な土地柄でもあった。1949年8月中旬、中国新聞社東京支社長、川口剛は、郷土の有力者、伊藤信之、伊藤豊、河野義信の3名と顔を合わせた。4人の話題はプロ野球の話に終始し、当時の広島は終戦後の闇市時代が続き、青少年の心の荒廃が案じられていた。健全な娯楽を与えたい、それにはプロ野球だと、4人の意見が一致し、3人は川口に基本的な計画を立てるように依頼した。3日後、銀座の東京支社に帰った川口のもとに、広島の衆議院議員、谷川昇と、金庫軍代表の広島健一と、山口勲が訪ねてきて、谷川さんを中心に、広島にプロ球団を作ろうと思って相談に来たんですよと話した。先に伊藤らから賛同を得ていたこともあり、話はスムーズに進み、谷川は実務を川口と山口に任せ、球団名の構想を練った。主な候補はブラックベア、レインボー、ピジョン、カープとしていた。そこから、恋は出世王と言われており、鯉のぼりは躍進の姿、太田川は鯉の名産地で広島城が利城と呼ばれていること、広島のチームならカープを置いて他にないと広島カープと名付けた。11月、谷川は巨人軍代表と会見し、正式にセリーグ参加承認の通知を受けた。当初、監督は川口が早稲田大学出身のため、OB の伊達正夫に依頼するつもりでいた。しかし、広島カープ誕生の記事を読んだ、当時、太陽ロビンスの監督、石本秀一が、郷里の球団でぜひとも最後の花を咲かせたい、と、川口に売り込みに訪れた。郷土チームにうってつけの監督と、1も2もなく12月3日、初代カープ監督に石本の就任が決定した。この時、石本は、私が代表の2軍選手をそっくり連れて行く。チーム作りに心配はかけません。と言い出し、チーム作りは石本に一任された。しかし、核になる親会社がないため、球団組織に関するバックアップが十分でなく、12月5日に開かれた球団発会式に参加した石本は、この時点で契約選手が一人もいない事実を知らされた。これは、当時大洋ロビンスは松竹と解消して、松竹ロビンスになるために、2軍選手の放出をストップしたとされている。当時の球団幹部には、プロ野球に関わったものは皆無だったため、選手集めは監督の人脈に頼るほかなかった。石本はすでに引退した選手や、以前の教え子まで声をかけ、コーチにすると口説いて無理やり入団させた灰山元春、
投手では内藤幸三、野手では白石克実、岩本翔ら23人を入団選手として発表した。そして、1950年、1月15日、風が強く、砂ぼこりが舞い上がる西連平城跡の野原で、カープのチーム結成披露式が行われ、ファン約1万人が押し寄せた。カープ選手紹介の際、当時の人気選手であった、前巨人の白石克実がまだ広島に到着しておらず、監督であった石本がその中では一番有名であった。発表翌日の16日には、広島総合球場で新人採用テストが行われ、その中に、後の小さな大投手と謳われることになる長谷川良平がおり、即座に石本監督の目に留まり、21日に契約を結んでいる。その後合宿に入るが、資金が乏しかった当初、合宿所は、造船所の社員寮を借り、また、温暖なキャンプ地に行けるはずもなく、合宿所近くの広島総合球場を県の計らいで使わせてもらい、無料でキャンプを張った。ただ、石本監督は集金旅行、つまり運用資金を集めることで忙しく、不在の日が多くなっていた。そのため、白石克実が助監督となり、事実上の指揮官になっていた。しかし、資金不足が原因で合宿代が払えず、造船所から明け渡し請求を起こされ、4月に別の場所に引っ越すことになる。3月10日、福岡市の平和大野球場で、セリーグ開幕戦が行われ、この年から加盟の球団同士である、西日本パイレーツとの公式戦初試合となったが、5対6で敗れている。3月14日、国鉄戦で打線が奮起し、16対1と球団初勝利を挙げたものの、その後チームは著しく低迷する。11月13日、太陽とのダブルヘッダーで、共に敗れ、13連敗を記録するなど悲惨なチーム状況で、この年優勝した松竹ロビンスには59ゲーム差をつけられ、最下位に沈んだ。さらに、勝率3割に到達できなかったチームは、両リーグ通じて広島だけだった。ただこの年、白石克実が遊撃手として、ベストナインを受賞した。その後、親会社を持たないカープは、幾多の資金難の状況が続き、球団再編や合併騒動など、様々な試練が初年度から降りかかってきた。しかし、後援会や市民からの支援など、さらに、樽に募金を募る、今でも行われている樽募金が生まれた。そして、徐々に資金の問題は解消されていくが、チームの順位は B クラスを抜け出せずにいた。その中にでも、白石や、長谷川といった選手が奮起。ただ、個々の力だけでは這い上がることはできなかった。そして、1957年、地元の企業10社から1億6000万の寄付され、旧広島市民球場が2月に着工し、わずか5ヶ月の7月に完成した。市民球場が完成した結果、観客動員数は大幅に増加し、球団経営にも余裕が出てきたこともあり、小葉武史を含む、1960年代を支える選手たちを一斉に補強した。しかし、その後も B クラスをさまよい続け、勝率も1960年に記録した5割4厘が最高であった。この間、カープの監督は選手としても活躍していた白石克実や、当時球団社長として、東洋工業、後の松田の前身の社長が就任した。そして、1968年、この年、東洋工業の社長が筆頭株主となり、オーナーに就任、球団名を、社名を入れた、広島東洋カープに改称した。さらに、この年勝率を5割2分3厘の3位となり、球団創設後初めての A クラスになった。その頃から、投手では、外小林郎、打者では山本浩二や衣笠幸代、水谷実夫など、後の赤ヘル軍団の中核を担う選手が台頭してきた。しかし、それ以降再び B クラスに落ち着き、3年連続最下位を記録した。そして、1975年、球団初の外国人監督として、ジョー・ルーツが監督に就任。野球に対する情熱を前面に出そう、というスローガンのもと、燃える闘志を表す意味を込めて球団に、赤を基調とする新ユニフォームを提案する。しかし、すでにシーズン用のユニフォームは出来上がっており、変更可能な帽子、ヘルメットの色だけ、紺色から赤になった。
しかし、開幕早々の4月27日、対阪神戦において佐伯和氏の投球判定をめぐり猛抗議、試合のボイコットを起こす騒動となった。この時、カープの重松球団代表が、試合続行を指示したため、試合中の介入に不満を持ったルーツ監督は、4月30日に監督を辞任、後任に小畑氏がコーチから監督に就任。この年のオールスターゲームの第1戦、山本浩二と衣笠幸男が共にアベックホームランを記録し、赤ヘル旋風を巻き起こす。そして、中日と阪神と熾烈な優勝争いの末、10月15日の巨人戦にて勝利し、球団創立25年目で初優勝を達成した。また、この時の試合の先発は外小林朗で、優勝を決定づけたウイニングボールを取ったのは、レフトの水谷実夫であった。この年、結果的に2位中日と 4.5 ゲーム差、3位阪神と6ゲーム差と大混戦となっていた。しかし、日本シリーズでは阪急ブレイブスと対戦するも、4敗に分けで大敗した。さらにこの年は、首位打者に山本浩二、ベストナインに衣笠幸男、最多勝に外小林朗、盗塁王に大下剛らの活躍が目立った。1975年に、平和大通りで行われた優勝パレードでは、ファン約30万人を集めた。この年の観客動員は120万人で、球団史上初めて100万人を突破した。そして翌年の1976年、この年、池谷幸次郎が20勝を挙げ最多勝と沢村賞を獲得するが、巨人、阪神との優勝争いに加われず、9月は11連敗も記録。最後はかろうじて3位になる。そして、1979年、序盤は苦戦が続いたが、衣笠の死球による亀裂骨折や、高橋義彦の33試合連続安打でチームに勢いがつき、8月になると一気に首位に立つと、4年ぶり2度目のリーグ制覇。この年の日本シリーズでは、近鉄バファローズを4勝3敗で下し、悲願の日本一を達成する。第7戦では、江夏がノーアウト満塁という絶体絶命の場面を、無失点で切り抜け日本一に導く。これが今でも語り継がれている、江夏の21球と言われている。翌1980年、この年は前年とは打って変わり、序盤から首位を独走し続け、2位以下に大差をつけて球団初の連覇を達成。勢いそのままに、近鉄を4勝3敗で下し、日本シリーズ2連覇を成し遂げた。1982年は、主力の不調により打線が振るわず、結果は4位に終わる。オフにテコ入れとして、水沼を中日へトレード、水谷を阪急ブレイブスとの大型トレードを敢行するなど V 選手放出を敢行。その中でも、北別府が初の最多勝、津田常美が活躍し、球団初の新人王を獲得した。1984年、この年4年ぶりにリーグ優勝。山本、衣笠に加え、山根、北別府、大野ら投手が活躍。この年は75勝を挙げたが、これは2016年に更新されるまで球団シーズン最多勝記録だった。西武から復帰の小林が最優秀防御率。小早川が新人王を獲得し、日本シリーズでは阪急と対戦し、4勝3敗で3度目の日本一となった。小葉監督が退任し、阿南監督となった1986年、山本浩二監督実現までのつなぎと言われていたが、就任1年目にリーグ優勝を果たす。日本シリーズでは西武ライオンズと対戦し、初戦引き分けの後3連勝するも、第5戦で、津田が投手の工藤公康にサヨナラタイムリーを打たれて敗れた。そこから流れが変わり、第8戦までもつれ込んだものの、3勝4敗1分けで敗退となり、4度目の日本一とはならなかった。その後、リーグ優勝とまではいかずも、A クラスを維持して80年代を終えた。山本浩二が監督となって3年目の1991年、この年、リリーフ強化のために山本監督は津田と大野のダブルストッパー構想を打ち出した。しかし、4月に津田が戦線を離脱し闘病生活に入ってしまい、津田の穴を埋めるべく、大野が一人抑えとしてリリーフを支えることになる。野手陣では、野村健次郎が高打率、盗塁王を獲得してチームを牽引する。
この年、2年目の前田智則がレギュラーに定着、江藤も三塁手として出場し長打力の片鱗を覗かせた。投手陣では、2年目の笹岡が MVP や最多勝、最優秀防御率、沢村賞などを獲得。川口が最多奪三振、北別府が最高勝率となった。また、大野が最優秀救援投手を獲得するなど、投手力を核とする守りの野球でリーグ優勝を果たす。日本シリーズでは、西武と再び対戦し、先に王手をかけたが、最終的には3勝4敗で敗退した。そしてチームはこの年以降、25年間優勝から遠ざかることになる。1998年、この年にまでなると、黄金期を支えた主力選手が FA で移籍、または引退し、チームの整備が急務となっていた。シーズンは、この年のドラフト4位の小林が活躍。前田も首位打者まであと少しの大接戦を繰り広げていた。しかし、5月頭までは好調だったチームが、ゴールデンウィークが終わる頃には、ここまで支えていた投打の主力選手が軒並み不調、怪我人が続出した。選手層の薄さから負けが込み出し、最終的には借金15で5位に終わった。それ以降も、投打に低迷を繰り返し、投打の柱となっていた笹岡や金本以外全開状態となっていた。そして2001年、この年8年ぶりに復帰した山本監督。しかし、チーム成績は勝率3位ながら、勝利数で横浜を下回り4位に終わった。その後、2002年のオフには、主力だった金本が阪神に FA で移籍し、その翌年の2003年に阪神が優勝したため、広島が最も優勝から遠ざかっているチームとなった。2004年には、島が首位打者と最多安打、ベストナインを獲得したものの5位。2005年には、新井が本塁打王に輝いたが、投手陣の壊滅により最下位に沈む。そしてこの年のオフに、山本監督が辞任を表明する。そして2006年、ルーツ監督以来31年ぶりに、球団史上2人目の外国人監督となる、マーティ・ブラウンが監督に就任する。開幕戦から4月11日の巨人戦まで、1961年の国鉄スワローズが持っていた、7試合連続2得点以内のプロ野球ワースト記録を更新し、9試合連続となった。しかし、その後も波に乗れず、黒田以外の先発投手が期待に応えられずに借金を増やし、順位は5位に終わった。2007年、カープは交流戦までは、5月の大型連勝で10以上あった借金を返済し、5割を維持していた。このシーズンから、セリーグでは初となるプレーオフ制度、クライマックスシリーズが導入され、進出を目指したが、交流戦で最下位に沈み優勝争いから脱落。最終順位は前年と同じ5位に終わった。また、シーズンオフに、新井と黒田が FA 宣言し、新井は阪神、海外 FA をした黒田は、大リーグのドジャースに移籍した。2009年、この年から、本拠地が広島市民球場から、マツダスタジアムに変更された。シーズン中は投打が噛み合わない試合が多く、低迷状態に陥り、対中日戦では13連敗で、球団記録を59年ぶりに更新した。順位も5位に終わり、A クラス入りという続投条件をクリアできなかったため、ブラウン監督と再契約せず退任が決定した。その後任に、カープ OB の野村健次郎が監督に就任した。2010年、この年は4年目の前田健太が最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の3冠に輝き孤軍奮闘したが、チーム防御率は前年から1点以上悪化するなど、投手陣が崩壊していた。また、攻撃ではそよぎ栄信が盗塁王に輝くなど、チーム盗塁数はリーグ最多だったが、その他の主力が打撃不振で得点に結びつかなかった。その結果、他のチームに大きく負け越したことが影響し、一度も3位争いに加われずに2年連続の5位となってしまった。2013年、この年は後半戦まで中日、DNA との3位争いとなるが、9月10日から9月17日にかけて、4年ぶりの7連勝を記録し、下位との差を広げていた。そして、9月25日の対中日戦に、2対0で勝利し、16年ぶりの A クラスと球団史上初のクライマックスシリーズ進出が決定した。ただ、
10月3日の対中日戦に3対5で敗れ、12年連続シーズン負け越しと、レギュラーシーズン3位が確定した。2位の阪神との CS ファーストステージは、2連勝でファイナルステージ進出を決めた。しかし、巨人とのファイナルステージでは、3連敗で CS 敗退が決定した。そしてこの年、前田智則が現役を引退した。2014年、前年に続き、巨人と阪神との優勝争いとなるが、9月26日の対阪神戦に敗れ、巨人の優勝が決まったと同時に、広島の2年連続クライマックスシリーズ進出も決定した。その後、阪神との2位争いとなったが、10月6日のシーズン最終戦の対巨人戦に敗れ、2年連続3位が確定した。なお、貯金を作ってのシーズン終了は、2001年以来13年ぶり、貯金を作っての A クラス入りは1996年以来18年ぶりであった。阪神との CS ファーストステージでは、第2戦で延長12回表に、0対0とされた時点で、阪神の勝ち上がりが決定し、0勝1敗1分けで CS 敗退が決定した。そして、辞任を表明した野村監督の後任に、野手総合コーチの尾形光一の就任が発表された。その後、阪神から自由契約となった新井貴弘、ヤンキースから FA となった黒田博樹が広島に復帰した。就任1年目の2015年、勝てば CS 進出となる対中日戦のシーズン最終戦に敗北したことで、3年ぶりの B クラスが確定した。またこの年、オフに前田健太が沢村賞を受賞した後、ポスティングシステムでドジャースへ移籍した。2016年、3月4月に16勝12敗と好スタートを切って、上位をキープすると、交流戦では3位でセリーグ唯一の勝ち越しとなった。1番、田中、2番、菊池、3番、丸野、田中丸と言われる打順が定着すると、交流戦では、鈴木誠也が2試合連続サヨナラホームランを含む、3試合連続決勝ホームランを放った。交流戦最後の6連戦から11連勝を飾って、6月以降は首位を独走。9月10日の対巨人戦に勝利し、25年ぶりのリーグ優勝を達成した。クライマックスシリーズでは、初進出の DNA と対戦。4勝1敗で日本シリーズ出場権を獲得した。しかし、日本シリーズでは日本ハムと対戦し、本拠地で連勝したものの、この年の交流戦では勝ち越した敵地で3戦全敗、2勝4敗で敗れ、32年ぶりの日本一とはならなかった。そしてこの年、黒田博樹が現役を引退した。2017年に2連覇を達成し、2018年、この年も開幕カード3連勝と好スタートを切ると、4月24日以降は一度も首位を譲ることなく独走。交流戦こそ負け越したが、リーグ戦再開後も好調を維持し続けた。そして、9月26日に球団史上初のリーグ3連覇、9度目の優勝を達成した。なお、セリーグの3連覇は巨人に次いで史上2球団目となった。本拠地での優勝は1991年以来27年ぶり、2009年会場のマツダスタジアムでは初となった。クライマックスシリーズではシーズン3位の巨人と対戦。4勝0敗で昨年の雪辱を果たし、日本シリーズ出場権を獲得した。しかし、ソフトバンクとの日本シリーズでは甲斐拓也に6度も盗塁を阻止されるなど、セリーグトップの95盗塁の機動力を完璧に封じられた。この年も敵地で3戦全敗し、本拠地に戻っての第6戦に0対2で敗れ、またしても日本シリーズ敗退。2年前と同様、第6戦で相手の胴上げを見守る結末となった。またこの年、新井貴弘が現役を引退した。とまあ、大体こんな感じかな。また随分長くなったな。そりゃあ、それだけ歴史もあるからね、それなりの動画時間にもなるよ。それを12球団分やろうとしてるんだから、終わりが全然見えないよ。確か2018年の順位を基準にするって言ってたから、次はパリーグ1位の西武ってことか。そうなるね。まあ次からは余裕を持ってやっていこうと思うよ。今回は結構急ピッチだったから、ウプ主にとっては。それでは今回はこの辺で。ご視聴、ありがとうございました。